皆さんこんばんは。今日はお豆腐かぼちゃケーキを作っていきます。ビーガンです。乳製品も卵も使わないレシピなので、ついでにグルテンフリーにしてヘルシー度をプラスしようと思います。小麦粉の代わりにオートミールを使います。ロールドオーツ 20g ですね。この平たい押しつぶされた形から粉状にします。オートミールが粉状になりましたら、他の材料をどんどんこの中に入れていくだけです。洗い物を減らすためにフードプロセッサーだけを使うレシピにしました。次に入れるのは北海道の栗かぼちゃですね。冷凍のものです。こちらはちょっとだけ蒸してあるので、割と凍ったままでもこのフードプロセッサーですと回せます。ただちょっと回りづらくはあるので、ちょっと溶かしてから室温に置いてからやるとスムーズにいくかもしれません。木綿豆腐も 100g 入りました。次にメープルシロップ 40g 入ります。これはビーガンでない方は蜂蜜でも大丈夫です。あとごめんなさい、撮影ミスで撮れてなかったのですが、菜種油が 40g 入ります。これも、ココナッツオイルに変えたりしても大丈夫です。 40g 入ります。メインの材料が入りましたので、フードプロセッサーを回します。ちょっとかぼちゃが大きいので回しづらいかもしれません。ごめんなさい。ベーキングパウダーを入れ忘れてた。小さじ1杯入れます。全体が滑らかになりましたら型に入れていきます。このケーキの丸い型は何センチか測り忘れたんですけど、私の手のひらを広げたくらいの大きさです。適当でごめんなさい。もしケーキの丸型とかスクエアでも何でもケーキの型をお持ちでなければ、お弁当のカップでも上手に焼けます。その場合はこのケーキは30分焼くんですけれども、15分とか20分にして様子を見てください。今回焼く前に気がつけばよかったんですけど、せっかくかぼちゃのケーキなので上にパンプキンシードなんか散らしても可愛かったかなと思います。今回はこのまま焼きました。170度に予熱したオーブンで30分間焼きました。型の深さによって焼き時間変わりますので調節してください。焼き上がったのがこちらです。ちょっとね、光の加減で焦げてるように見えますが大丈夫ですよ。焦げてませんよ。焼けたかどうかはこのように爪楊枝を刺してですね、ドロッとした生地がついてこなければ OK です。こんな色に焼き上がりました。美味しそう。かぼちゃ大好き。さて皆さん、ここからがですね、この動画のハイライトですよ。注目です。大型の大雑把なこの型からの外し方、この型の破り方にご注目ください。もうね、見てて自分でも嫌になる感じなんていうかね、こう一応ハサミとか使ってみるんだけれども、あんまりね切れてないっていうで、ちょっとだけ挑戦したところでほらね、こうやって破り始めちゃうんですよね。結構生地ついてってますよね、紙にね。これね、でほら破るのもこんな風にね、見ててイラつくよね。本当に何この不器用。やだやだねえ、やだね、びっくりするわ。さて気を取り直して切ってみましょう。どんな風な断面図かなと。ふわっとしてますよ。この切る時もね、あんまり何も考えてないの、大型ってね。失敗したらどうすんだろうね、これね。切れてるかな。切れてた。はい、こんな感じに焼けました。なんかほぼかぼちゃそのまま焼いたみたいな見た目ですけれども、どんな味でしょうか。食べてみます。
見た目はですね、ちょっとかぼちゃそのまま焼いたみたいな感じですけれども、お豆腐が入っていることでとってもふんわりして美味しいケーキでした。甘さ控えめなので、お好みでクリーム添えたりアイスクリーム添えたりしてもいいかもしれません。朝ごはんにもぴったりの甘さ控えめなケーキです。冷凍庫で3日間ぐらいは美味しく保存できますが、冷凍保存もできます。解凍するときは室温に置いて1時間ぐらい、30分ぐらいかな、今だったら待ってくださいね。こちらがレシピになります。 This is the ingredient。 今日のエンディングは読谷村残波岬の夕焼け空になります。本日もお忙しい中ご視聴ありがとうございました。沖縄はコロナ第2波が来ています。皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。